神戸にある会社の社員食堂。皆さんが食べているのはサラダにサラダにサラダ。会社で食べるといっぱい野菜食べれるなと。やっぱり自社商品だっていう思いもあるので美味しいですね。サラダが自社商品？こちらにもどっさりと野菜を取る男性。ひょっとして取り放題みたいな感じ。血糖値を下げるということでサラダから食べてます。好きなもの食べたいのあるんですけど、ちょっとだけ意識するだけでね健康につながっていくと思いますので。実はこの男性こそ今回のリーダー、ロックフィールドの古塚隆社長。創業は1972年。看板ブランドはデパ地下でおなじみの RF1。 美味しそうなサラダを前に足を止めたことがある人も多いのでは。その売り上げは1992年に RF1 が生まれると一気に伸びて500億円を突破するほどに。人気の秘密を探るべくサラダ工場に潜入。世界一のサラダ工場にしたいと。甲子園球場6個分の広大な敷地で1日17万食を製造しているという。何これ。古塚社長の異色の経歴をドラマ化。社長、降りてくれるか。社長降格を言い渡されたのだ。しかし2年後、笑顔で社長に返り咲き。社長降りろと二度と言わへんからやってくれっていうのもありましたから。スタジオでサラダを作ってみると、完全に鍋奉行ならぬサラダ奉行になってらっしゃる。工場勤務からの叩き上げ、社長の手さばきにスタジオ騒然。みんなめっちゃ早い。ちょっと待って。ちゃんと丁寧にやってます。今話題の冷凍食品の実力は？深いです。簡単には作れない。それ家庭で食べられるのいいですね。今夜サラダが食べたくなる。惣菜革命最前線。関西リーダー列伝、キーパーソンの成功秘話。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。ロックフィールド古塚隆社長です。どうぞお入りください。よろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。いややっぱさっきね、あきちゃん言ったけどサラダから食べてるからね、シュッとシュッとしてらっしゃる。ありがとうございます。シュッとします。じゃあ社員さん皆さん大体シュッとしてらっしゃいます？そうですね。皆さん健康を意識して。いいですね。いい社食でしたよね、あれね。ロックフィールドの社長ですって言われて、なんかアウトドアファッションメーカーの会社なのかなと。知ってました？ロックフィールド。いや、私も知らなかったです。ロックフィールドは。ね。はい。今回初めて。RF1 はもうめちゃくちゃ利用してます。はい。ロックフィールドってどういう意味なんですか？創業者が岩田っていう名字なんですね。岩田さん。はい。で、岩がロック、田がフィールドでロックフィールドという創業者の名字の。世界に通用しそうな。ロックフィールド。そうですね。グローバルにこれから行きたいなと。すごいですね。でも食べてるものは決してロックンロールではなく、ものすごくヘルシーな。私全日光神戸大学だったんで、もうロックフィールドはもうロックフィールドイコール RF1 はもう神戸市民の常識。そうなんですか？はい、もうみんな知ってます。で、学生時代にも京都に住んでたんですけど、神戸コロッケってわかります？あれロックフィールドさんなんですよ。神戸コロッケもロックフィールド。あれを食べに神戸に行くっていうのが90年代だったんですよね。でまだコロッケって町のお肉屋さんで売っててもファストフード的に食べるってなかなかなかったじゃないですか。斬新でしたね。社長本当に収録なんで何でも聞いちゃいますけどもご勘弁くださいね。僕しばらく RF 分の1だと思ってたんですよ。なんでああやって分数にしたんですか？本当そうだ。普通に RF1 でいいの、横並びで。もともと最初は横で RF1 って横やったんですね。あ、そうだったんですか？ロックフィールドと自動車のレースの世界のフォーミュラ1あるじゃないですか。でそれと合わせて惣菜の業界の最高峰を目指しましょうというので RF1 にしたんですけども。それわかります。ちょっとロゴがねチェッカーフラッグみたいなイメージになって、でそうするとお惣菜なんですけれども、やっぱり
まあ工業的に見えたり、オイル臭いようなような自動車関連かと思っちゃう、っていうふうに見えてたんで、ロゴを見直しましょうということで、現在の RF 分の1にして、ちょっと読みにくいですけれども。ちなみに赤青緑にはそれぞれこのような意味があるそうです。さあ、ただのサラダと侮る中で、まずはロックフィールドのサラダの秘密にジャストミートや。ロックフィールドの看板ブランド RF1 といえばデパ地下。ショーケースにずらりと並ぶ美味しそうな大皿のサラダを見て、一度は足を止めたことがあるのでは。まずは定番、緑黄色野菜のシーザーサラダ。綺麗。続いてガーリックオイルが食欲をそそるローストビーフと揚げごぼうのサラダ。美味しそうだよこれ。美味しそう。美味しそうだね。古塚社長の一押しはこれ。エビやイカなど海の幸がたっぷり、魚介のうまみが効いたマヨネーズソースで。新鮮で美味しいと思いますね。可愛い素敵なお惣菜があって食卓が華やかになるっていう。他ではあんまり買ってないね。もうここばっかりかな。人気の商品はどのように生まれているのか。何やら匠と呼ばれる人がいるらしい。ロックフィールド本社を訪ねてみた。もしやこの人が匠？絶えず空いてる時間の時にはやっぱりいろんなものを作ってて、それどんどん客に見せてボツになる方が多い。もう世に出ないやつがいっぱいあります。楽しそうに料理をするこの人こそがサラダの匠、早瀬達明さん。サラダの匠は1500人を超える従業員の中で早瀬さんだけに与えられた称号だ。そんなサラダの匠が作っていたのがポルチーニ、キノコですね。イタリアのね、非常に高級なキノコです。香りがね、すごくいい。秋に発売するキノコを使った新メニューだ。ロックフィールドは2ヶ月に一度のサイクルで新商品を発売するのだという。私の中でこういうサラダにしたいなということで、イメージは膨らめてるんですけど、それをこう作って、これから2ヶ月かけて仕上げていくという感じ。時間かけてんだ。美味しい。ごめんね、自分で作って美味しいってね。ロックフィールドの商品開発は味だけではない。群雄割拠のデパ地下のショーウィンドウ。目で見るだけで美味しさが伝わるロックフィールド流の盛り付け術を実演してもらった。盛り付けてもらうのは先ほど紹介した緑黄色野菜のシーザーサラダ。まず土台となる野菜を敷いた上にかぼちゃやトマトを均等に乗せていく。その上にチーズやフライドオニオンをこれでもかというくらいトッピング。2段目持っていきます。食材をミルフィーユのように積み重ねて盛り付けるこの盛り付けは名付けてミルフィーユ盛り。ケーキ作りだよこれ。商品開発の段階でお客様にどう見えた方が一番美味しいのかだったりとか、素材によってはちょっとみずみずしさとか葉野菜の方はやっぱり引き立てたいので、ちょっとああいう風にボリュームのあるような見せ方だったり、食卓でのイメージがつくような形で盛り付けようなどいろいろ考えながら開発は進めてます。ロックフィールド流の盛り付け術は他にも。小さく分けたサラダのそれぞれにトッピングを乗せた一山盛りや、平面の皿で素材がしっかり見えるように盛り付けた平盛りなど、一定のクオリティを保っていただきでお客様に目から楽しんでいただけるように持ってもらっています。こうして開発されたサラダはこの10年間で2500種類以上になるという。
盛り付けが美しいんだよね。本当にそう思います。いつもショーウィンドウでね、いいなと思うけど、いつも不思議なのが、100g、200g って売ってらっしゃるじゃない。ちゃんとさ、全部の野菜が入るように何すくいでちゃんと均等にっていうふうに盛り付けてくださってるじゃない。あれ一個一個の店舗であれをマスターして出されてるってことですか？そうです。先ほどの盛り付けやったと思うんですけども、あれも単にミルフィーユ状にきれいにするだけではなくて、結果的にお客様からご注文いただいて、100g 取る時にもバランスよくきちっと入るようにという形での盛り付けもしてますんで、それに本当感心します。いつも見ても。RF1 ってちょっとお値段的にやや高めじゃないですか。でもそれは仕方がないかなと思うよね。ご褒美感がすごいある。100g いくらって書いてある。100g じゃこんなもんだから最低でも200買うじゃないですか。ね、そうすると大体1000円は越すよね。越しますね。そういうもんですよね。そういうもんです。そう、でもそれで大体主婦はね、もう今日楽したいなって思うじゃない。でさ、あそこ行くじゃない。すると確かにちょっとお値段はするんやけど、でもこの材料をね全部買って自分で作ったらものすごい高くなるから、これは結局お得なんやと思って納得する。お金払うまでにそういう葛藤がある。そうなの、そうなの。最終的によしこの商品でいこう。あれやめとこうっていうのはやっぱ社長の判断なんですか？いえ、私はもう判断しません。もうやっぱり開発のメンバーもそうですし、若い企画者もたくさんいますんで、やっぱり皆さんがマーケットを見てやっぱチャレンジしたいっていうことがたくさんあると思いますので、それは最終的に消費者の方が評価すべきことかなと思ってますんで、私があえてこれがいいとか悪いとか言いません。ただ私はお店で買いますんで。自費で？はい、当然です。自費で買います。後で領収書まとめて落とす？ないです。買います。社長自費で買うんですか？買います。週末もそうですし、出張帰りもそうですし、自社の店舗寄ってやっぱりこれ食べてみたいなって、これどうかなっていうので、消費者目線っていうのはそこは大事にしたいんで。そして今注目を集めている商品がこちら。自宅で自分で盛り付けられるキットサラダだ。コロナ禍の巣ごもり需要で話題になり、累計販売数はなんと200万食を超える。羽野さん、この後スタジオで試してみてください。香川県産のアスパラガス、讃岐の目覚めを使ったシーザーサラダ。中にはご覧のような材料が入っています。まず葉っぱ類をボウルに入れまして、そして次何しましょう？ドレッシングですね。もうこれかけていいの？まずかけてください。わかりました。お野菜にダッとかけてください。全部かけました。そして全体あえてください。軽くあえる。なるほど。はい。ドレッシングなじませる。なじませました。はい。そうすると次にお皿の方にまずもうこれ持っていいの？これまだ入れなくていい？まだです、まだです。わかりません。だってほら、完全に鍋奉行ならぬサラダ奉行になってらっしゃる。この時点ですごいいい香り。いい香りするね。すごいいい匂いする。まず全部葉っぱ入れましたよ。はい、どうですか？ここまで OK ですか？はい、OK です。ここまで。次にこちらのアスパラですね。アスパラ？はい。これをバランスよく。バランスよく。それが難しいのよ。葉野菜の上にアスパラガスとベーコンポテトをバランスよく盛り付け、続いてクルトンとフライドオニオンを全体にトッピングします。ここでポイント。2つの袋に分けられたドレッシング。最後ドレッシングよく分離してますんで、よく混ぜて。さっきのドレッシングとは違う。なんで2回に分けるの？後からトッピングした野菜にも味をつけ、見た目にもシズル感を演出します。これ相当いいんじゃない？家でこれもう3分クッキングレベルの素晴らしい、素晴らしいレベルよ。これほら素晴らしい、素晴らしい。すごい。美味しい。これかなり美味しいよこれ。やっぱシャキシャキ感が残ってるね、やっぱね。はい。今作ったばっかりだからね。後がけしたドレッシングの大事さがめっちゃわかりますね。お惣菜買ってくる罪悪感が減りますよね。ああ、なるほど。はい。これはもう料理をしたと言っていい。
すいません、そうだねそう言っていいです。私が作りましたって言えますもんね。そうです。はい。すごいわ。作りたてのメリットもあるし、罪悪感減らすメリットもあるし。なるほど。精神的にも良いという。ロックフィールドの原点は創業者の岩田幸三が1965年に神戸元町で開いた一軒のレストランだった。その後岩田はヨーロッパで出会ったデリカテッセンに感銘を受け1972年にロックフィールドを立ち上げ洋風の惣菜を百貨店で販売するビジネスを始めた。1980年代に入るとお中元お歳暮の商品としてローストビーフやスモークサーモンの需要が増え会社は成長した。さらに1989年安心安全で本当に美味しいコロッケを食卓に届けたいと神戸コロッケをスタート。大ヒットした。これですね。神戸コロッケが生まれる前の年ロックフィールドに入社したのが今回のリーダー古塚隆だ。ロックフィールドっていう会社をあんまり知らなかったんです正直。アルバイトしながら食に関する企業に行きたいなっていうことがあって大学の就職課長の方にですねご紹介いただいたのがロックフィールドという会社でした。古塚は1965年兵庫県西宮市に生まれた。小学校中学校は野球に没頭。当たりがいまいちやな。こうやって振った方がいいんかな。違う、これでは飛ばへん。もっと球を引きつけてもっと腰使わなあかんな。とにかく凝り性。高校時代はゲームに夢中。よし、もうちょっとや。インベーダーゲームだ。あかんかった。おい、古塚、もうそろそろ次行かへんか。もうちょっと待ってくれ。もうちょっとでコツがつかめそうなんや。そしたらハイスコアが取れる。何事も突き詰める性格だった。そんな古塚は大学時代アルバイトにのめり込んだ。引っ越しからスポーツ用品店の販売員まで15種類以上のアルバイトを行った。そんな経験から学んだことが。仕事っていうのはまずは正しく伝えて教えることともう一つ大事なのが意味ですね。何のためにこれをするのかっていうことさえしっかりと伝わると人ってすごく納得してできるのかなと思ってますんで物事の意味とか丁寧にね教えてもらったっていうのが私にとってはすごくアルバイトの中ではプラスになったっていうか勉強できたとこかなと思ってます。はい、食品工場でアルバイトをしていた頃買い物中にこれ僕がやったやつや。なんか嬉しいな。食べ物の仕事ってお客さんが直接手に取ってくれるし面白そうやな。よし。このことをきっかけに食品会社に興味を持ち1988年ロックフィールドに入社した。最初に配属されたのは食品工場。サラダの担当になった。清掃はなきれいに丁寧にそうして早くそれがええもんを作る時の鉄則や。はい。そこで一番学んだことっていうのはやっぱりまず丁寧にすることと掃除も含めてやっぱりきれいにすることでそこに必ずもう一つ必要なのが早くすることでこの3つをすごく教えられた印象がありますんで。料理のいろはを学んでいた頃古塚君、今度静岡に工場ができてサラダの製造が全部そっちに移るっていう話は知ってるよな。はい、噂程度には。君な静岡に行ってくれるか。生産ラインの立ち上げを手伝ってほしいんや。半年か1年もしたら帰ってこれると思うし頼むわ。わかりました。やっぱり立ち上げは確かにしんどいです。ただ全く新しいところのスタートですんで
やっぱりこう働く環境もそうですけれども、やっぱ最初が肝心だなというふうに私も思ってたんで、一からいろんな意味でのルール作りをしたり、衛生管理上の指導をしたりで、この文化を作るっていうことについてすごくやりがいは感じました。静岡工場は1989年度の売上高93億円のうちおよそ54億円を投じるという社運をかけたものだった。古塚さん、全然スケジュール通りに進みません。じゃがいもの下処理にめちゃくちゃ時間かかるんです。僕も現場行きます。神戸工場では加工された原料を調理するだけだったが、静岡工場では野菜の下処理から自分たちで行うことに挑戦していたのだ。もっと効率的な芽の取り方があるはずなんや。持ち前の凝り性を発揮、早く下処理する方法を突き詰めて作業工程を見直していった。じゃがいもの原料から仕入れて皮むきから始めていこうということで、本当一からの下処理っていうのがこれは初めての体験でした。それはやっぱ皮をむけてもその後芽を取るっていう行為がですね、なかなか簡単そうでですね難しいんですね。慣れないとですね時間がかかってしまって前に行かないと。実績を積んでいった1998年、あるプロジェクトで古塚に白羽の矢が立った。2年後に静岡工場の第2棟を立ち上げるんやが、プロジェクトリーダーになってくれへんか。僕がですか？まあ経験やから。いや僕にできますかね。頼んだで。自信が持てないまま大役を任された。さらに翌年、これから我が社のライバルは。向こうはうちとは比べ物にならへん大企業ですよ。だからこそやるんや。全くイメージわかへん。突然ですがここでクイズです。当時の岩田社長がライバルと宣言したのは意外にも業種が全く異なる企業だったんです。羽野さん、どこかわかりますか？10秒でお答えください。お惣菜とは全くかけ離れた異業種がライバル。正解は70秒後。デパ地下サラダの王者 RF1。 1999年、会社を成長させるために岩田社長がライバル宣言した企業はどこでしょう？これから我が社のライバルは。向こうはうちとは比べ物にならへん大企業ですよ。だからこそやるんや。何？業種が全く違うんです。全く違う？みんなが親しみを持っている、なんだろう、アイドルになろう。アイドルになろう。正解はこれからの我が社のライバルはトヨタや。向こうは自動車、僕らはサラダや惣菜ですよ。同じものづくりやないか。新しい価値を生み出すことに関してトヨタから学べることは多い。ものづくりのクオリティを上げていこうやないか。正解はトヨタ自動車。ロックフィールドはトヨタに教えを請い、ジャストインタイムなどトヨタ流の生産方式を取り入れていった。すごい。一番はやっぱり共通しているのは品質なんですね。いいものを作るといったことが第一に。じゃあ工業製品と我々のような農産物の違いって何なんだろうなと思った時には、やっぱり農産物を含めて食材を扱うっていうことは毎日、例えば野菜一つとっても形も違う、いわゆる顔が違うとか状態が違う中で、じゃあ同じように毎日決められた時間に決められた量を的確に 100% 作れるかっていうと、なかなかそれはすごく難しいところだなっていうのはすごく感じました。そこはちょっと工業製品と違うのかなっていうのは正直一番大きく感じたところですね。
そして2013年の秋、古塚、次やってみたいことは何や？そうですね、サラダという特徴を生かした社長になったらどうや？面白いと思うよ。社長ですか？まだそんなつもりはありません。例えばやぞ、例えばお前が社長やそんなん無理です。私自身はいや何言ってんのかなと、まあ変な話、冗談じゃないよなと、私にそんなことできる技量もないしっていうことで、そこはちょっとこう話しながらね、逃げていこうというふうに考えてですね、時間が経てば忘れてくれるかなということで、できるだけ会わないように時間稼ぎをしましたね。はい。説得に応じ翌年3月に社長就任。しかしわずか2年後、衝撃の出来事が。古塚。はい、会長。お前は感性で動くタイプやな。わしも感性で動く。感性が2人は嫌やろ。そうですね。社長、降りてくれるか？まさかの社長降格。その降格というのがね、一般的によく言われますけれども、そうじゃなくて役割変更だということで、私はそういうふうに捉えましたし、改めてね、勉強すべきことがあったんかなというのをつくづく思いましたんで、だからこそそのポジションに立てば立つほど自分でしかわからない世界があって、で振り返ってみると、あの時やっとったらよかったなということが必ず出てきますんで、それをいい形で勉強させていただいて、だからまあある意味良かったかなと思ってます。はい。そして改めて経営を学び、2018年再び社長に就任。これからの時代の食文化の創造を目指し舵を取っている。いい商品を作ったり、いいサービスをしたり、一人一人が活躍することがいい組織にもなるし、いい会社にもなるし、社会に貢献できることにつながるかなということで、私としての目標というか目指したいところかなと思ってます。当時どういう会社だったんですか、ロックフィールドって。はい、まだ規模がそれほど大きくなかったので、ちょっとVTR あった通りですね、工場といえどもですね、やっぱりレストランのキッチンのちょっと大きい版というイメージがまだまだあって、やっぱり職人の方も多くて、やっぱり我々も入った時は料理の基本っていうか、そこはやっぱりしっかりと教え込まれた世代ですんで、だから工場なんですけども、なんとなく工場のイメージというよりもなんかちょっと職人的な要素も強くて、やっぱりそこにはものづくりのね厳しさっていうのがすごくあったかなというふうに私は思っています。突然の宣言、ライバルはトヨタ。一体どうした？これは長内さん、改めてどうご覧になりますか？面白いですよね。全然違う業種の話を持ってくるっていう、そのまま当てはめられないわけですよ。でもそれをうまくこう変えていきながら、トヨタという自動車の現場というものを抽象化して、じゃあ自動車と食品何が違うのかっていうのは冷静に考えて、じゃあ食品の場合ここは共通で使える、ここは変えなきゃいけないっていうのをやっていくって、これまさにビジネススクールで教える話としてはすごいぴったりな話で、実は僕自身このロックフィールドさんの話って授業で使ってます。あ、そうなんですか。早稲田ビジネススクールで。まさかの降格からの社長に返り咲き。当時の心境は？創業者から社長になれっつってて、で社長辞めろって言われる俺は理不尽としか思えないんだけれども。本当ですよ、やれって言われて頑張ってるのに、今度やめろって言われてってちょっとそれどういう落ち込みませんか？どういう心境だったんですか、あれ。多分自分に落ち度がまだまだあるんだなっていうのは思いましたし、やっぱりこの社長というかトップに立てば立つほど、見える世界が違うんですね。でそこでって気づいてもやっぱりなかなか本来戻れない。だからこそある意味今のうちに気づけということだったのかなと私はそういうふうに捉えましたんで、中にはご褒美というか、今まで頑張ったご褒美で役職が上がるみたいなイメージもあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、社長が必ずしも上がりポジションじゃないってことですよね。
その役割分担の中で適材適所を考えた時に、社長であったとしても適材適所でその時に必要な社長で、そうじゃない時には一回降格でもまた戻るっていうことが起こりうるんだっていう。すごろくでいう上がりっていうイメージありましたけども、上がりじゃないですもんね、40代後半で社長ってのはね。人気の秘密を探るべく取材班が向かったのは静岡県。ルッコラやレタスなどをロックフィールドに提供している佐野ファーム。この日農場を訪れていたのは野菜の買い付けを担当しているロックフィールドの大野さん。全国の生産者のもとへ飛び回っているという。ちょっと辛くてちょっと辛くてごまの風味がして健康的ですよね、これね。そう、これ健康的です。すごく目で見て舌で確かめ、生産者の声に耳を傾ける。消費者の声をフィードバックすることでより良い野菜作りにつなげる。これがロックフィールド流だ。いい声も悪い声もいただけると、やっぱりこっちのそうですね、意欲につなげていくんで、そうですね、そういう声が直接見えてた方がやりやすい、助かりますね。古塚社長自身も現場に足を運び、生産者との対話を重視している。どんなつながりがあってどういう方に喜んでいただけるかっていうのを我々は伝えていかないとねいけないですし、対面で話をして実態どうなのとかね、土見たりしてどうなのとかっていうのも大事なんで。この日佐野ファームのレタス畑では収穫が行われていた。一括りにレタスといっても1種類ではない。色や形、味わいが違う6種類のレタスを栽培している。サラダによって使い分けるのだという。この農場のすぐ近くにあるのがロックフィールドの静岡工場。敷地面積は7万平方メートルを超え、甲子園球場およそ6個分に当たる。やっぱり世界一のサラダ工場にしたいというのは私自身もずっと思ってましたし、今でもそれは変わってないんですけども。実は設計したのは大阪が誇る超有名建築家。入り口までのスロープ、両側は大きなガラス張り、よく見ると打ちっぱなしのコンクリートが特徴的なようだが、打ちっぱなしのコンクリートといえば皆さんお分かりですよね。デパ地下サラダの王者 RF1。 目を見張る大皿のサラダを前に一度は足を止めたことがあるのでは。今回世界一を目指しているというサラダ工場にカメラが入った。入り口までのスロープは打ちっぱなしのコンクリートが特徴的だが、そう、この工場を設計したのはよろしくどうぞ。まさかうわー、マジか。ありがとうございます。マジか。大阪が誇る建築家、世界の安藤忠雄。静岡工場は安藤建築で初めての工場だという。工場の中には高く積まれた緑色のカゴ。中に入っていたのは朝採れたばかりのあのレタスだ。一定の間隔でミストを出すことで湿度を管理しているのだという。レタスは最初の工程へ1枚ずつ剥がして水の中へ、まるで泳いでいるよう。葉野菜にダメージを与えないように優しい水流で洗浄することにこだわっております。やはり最初の工程で土であったり異物を除去することは非常に品質においても大切な工程となっております。1枚ずつゆっくり優しく洗うことで品質を落とさないようにしている。次にレタスが運ばれてきたのはたくさんの人が取り囲んだレーンの前。これは検品作業。人の目で1枚ずつ傷みがないかを確認している。
こうした手作業は別の工程でも1本のきゅうりがあっという間に乱切りに。きゅうりはまっすぐなものばかりでなくて形の曲がっているものなどもございます。機械には出せないような微妙な調整であったりとかカットの加減であったりとかっていうのはやはり人の手ならではの細かな調整が効くと考えてはおります。一方で品質を保つため機械化も取り入れている。今回テレビ初登場のロボット、最大16キロにも及ぶ重いカゴを軽々と動かす。人間の負担が減り作業効率は格段に上がったという。そして作業は最終工程へ。店舗で盛り付けやすいようサラダごとにパッケージ詰めされ全国へ送られていく。この工場では1日あたり17万食を生産するという。いやーでもサラダ工場とは初めて見たねあれね。ああやってね。すごい丁寧に洗ってくれてはったね。やっぱりその水圧は強すぎてもいけないんですね。そうですね。あれ洗浄する時。優しい水流が。ああそうなんだ。うちなんかもガシャガシャってやってるけどね。じゃあダメ。優しく洗ってあげる。そういうものなんですか。いやしかし安藤忠雄さんね、以前こちらにお座りいただきました。安藤忠雄さんにデザインをしていただくっていう発想はどなた？いやもう会長ですね。岩田。はい。ロックですね。やっぱ安藤さんめちゃめちゃロックだから。あそこで繋がってるんだ。見たい、建物見に行きたい。やっぱり最初できた時もいわゆる工場ではなくておっしゃる通り。何か新しい美術館ができたような雰囲気でしたんで、やっぱり周りからもそういうお声ありましたね。何ができるんだここにはみたいな感じで。そうですよね。ね、はい、頑張ってください。頑張ってください。社長がいよいよ第4コーナーを回っていよいよあと3つ、あと2つ。いや、アキちゃんがまだ1個だ。幼いさんが3つ目取り掛かっている。さあ、ついにラスト1個入りました。突然ですがここでじゃがいもの目取り対決。工場勤務からの叩き上げ、古塚社長が得意だというじゃがいもの目取りで対決します。さあ皆さん方の目の前には10個のじゃがいもがあります。そのじゃがいもの芽を誰が一番早く取り切ることができるかという対決でございます。10個も？10個です。あと慣れない器具を渡されたんです。いつも見たことないこんなの。包丁でやるように。幼いさんこういうのやるんですか、お家では？いや得意ですよ。得意。意外と。思わぬライバルね、カレーライス作る時とか言うとカレーマイスターです。現役カレーマイスター。はい。マジですか？カレーマイスターって資格持ってる。思わぬ資格登場でございます。さあ何秒でこの10個の芽を取ることができるんでしょうか。位置についてよーい。よし。めっちゃ進んでるやん。うわ何これ。ちょっと待って。1個のじゃがいもに2個ぐらい。いや芽と痛みを取ってるんです。ああなるほど。痛みを。お今幼いさん1個いきました。みんなめっちゃ早い。ちょっと待って。ちゃんと丁寧にやってます。社長はもうすでに6個いきました。6個いきました。私のじゃがいもには芽が多いんじゃん。ちゃんと取らないと体に良くないですからね。はい頑張ってください。頑張ってください。社長がいよいよ第4コーナーを回っていよいよあと3つ、あと2つ。いやアキちゃんがまだ1個だ。幼いさんが3つ目取り掛かっている。さあついにラスト1個入りました。B 終了。めっちゃ早い。ということで社長はなんと40秒で10個の芽を取りましたね。1個あたり4秒。1個4秒。1個4秒。どうですか現役の頃と比べてスピード感は？いや遅いです。でもいつでもちょっと悔しいじゃないですか。ちょっと悔しいですね。昔はもっと早かった。もっと早かった。そうですか。冷凍食品の新ブランド、その実力は？ロックフィールドの新ブランドとはどんなものなのか。昼過ぎ買い物客でにぎわうスーパーを覗いてみると、冷凍食品のコーナーに一風変わった特徴的なロゴが RFFF と書いてルフフフと読むらしい。
売れ筋商品はこちらのルフフ風のまろやかエビグラタン、どんどん新しい商品も増えているので、どこでも売ってるっていう商品ではないのがどんどん増えている感じはあります。ルフフフはロックフィールドが一昨年11月から販売を始めた新ブランド。今日も冷凍庫でシェフが待ってるフフフというキャッチコピーで、冷凍食品とは思えない本格的な料理が食べられる。一方で気になるのがその価格。少しお高めに見えるが、日本経済新聞の篠崎記者はどう見る？今までのその RF などと、あえて切り離すことによってですね、全く別の商品という、商品の幅が広がる、そういう差別化ができる、社内での差別化ができる。その冷凍食品というのは今足元でいろんな会社がですね参入しているというのもあって、競争は激化しているんですけれども、これまでですね RF などで培ったノウハウを生かして、プチ贅沢という需要に応えていきたいという方針です。ロックフィールドの第2の柱へ、将来的には50億円の売り上げを目指している。ちょっとハイエンドなものでチャレンジをして、新たな、マーケットを開いて、ロックフィールドの世界観を、広げていきたいなというふうに感じているところです。ルフフフをお持ちしました。社長すみません、これ言いづらいですよこれ。そうですか。さっきの店員さんもちょっとルフフフになってましたけど、言いづらいから逆にインパクトあるのかなこれ。言ってみて。ルフフフ。そうなるよね。そうなるよ。力いる。はい、そのルフフフお持ちいただきました。美味しいよ。エビもプリプリしてて。おいしいこれ。濃厚。いや、すんごい美味しいですね。これ家庭で食べられるのいいですね。いいね。美味しいのは間違いないんですが、とはいえ激戦区に殴り込みかけましたね。相当な賞賛自信があるんですか？いや、やっぱり食卓が大きく変わってきて、当然冷蔵のお惣菜もそうですし、それとやはり冷凍食品のすごく技術も発達してきて、クオリティが高くなってきてて、やっぱりご利用される方が本当に増えてきてます。創業当時からコンセプトでありますレストランの味をご家庭にっていうことをキーにして、じゃあ今度冷凍食品の中でも少しハイエンドな形でご利用いただけるようにチャレンジしていこうということで参入をさせていただきました。さあ、その業界的に言うレッドオーシャンですか、激戦区に名乗りを上げるってこれ大変なことでしょうねこれね。そうですよね。だからとにかくいろんなことをやってみるっていう中の、そのもうロックフィールドさんのロックなところ、ロックな魂がもう本当にここに現れてると思うんですけども、同じ食べるものでもお惣菜でしか出せないもの、チルドなら出せるもの、あと冷凍じゃないといけないものって多分いろいろあるんだと思うんですよね。でそういうのを適材適所で出していくっていう、本当にその世界観を広げていくっていうのがものすごく感じられますよね。楽しみです。なんか楽ができてありがたい。そこでも結局そこなんだよね、やっぱね。本当そうです。楽して美味しいのが一番じゃない。あとやっぱり健康もそうですし、もうお一人様の方もたくさんいらっしゃるし、僕自身もそうだわ。これ自分で一人でね料理作るって大変じゃないですかこれ。いや、単身赴任だったりしてもちゃんといっぱい本当に具材がたくさん入ってて、そこがやっぱり違うなと思うから、そうです。健康にいいもの食べてほしいなと思います。美味しくいただきました。最後の質問です。古塚社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょう？お願いします。です。あらまあ。最後の質問です。古塚社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょう？お願いします。謙虚です。ちょっと意外な言葉が出てきたな。もっとロック魂な言葉が出てくるのかなと思ったら謙虚ですか。当然どんな立場になってもそうですし、学ぶっていうことは変わらないと思うんですね。でその時にやっぱりいろんな方と謙虚に接することとか、やっぱり謙虚に意見を聞くっていうのが実はすごく大事で、そのことで結果的に物事の
本質をつかむことができることもありますし、特に私の場合、現場の方ともやっぱり接することも多いんで、やっぱりいろいろと意見聞きながら、課題を解決する上での、いいヒントを、いただけてるんじゃないかなということで、この謙虚さを持って絶えずやっぱり、物事を進めていかないといけないというふうに思っています。それは生産農家さんの声を聞く、消費者の声を聞くっていうところに顕著に現れてるんでしょうね。いや、長内さん、ちょっと意外な言葉出てきましたが、いかがですか、このロックフィールド。経営学にバウンダリースパナーって言葉があるんですよ。その外部のいろんなところの情報を持ってくるっていうのがすごくその新しいイノベーションを起こす時に必要で、そういうリーダーがいる組織っていいよねって話があるんですけれども、まさにそこですよね。一番最後に出す文字が謙虚っていうのはやっぱり現場主義の社長さんらしいなと思いましたね。これからもデパ地下でロックフィールドの盛り付けの美しさを全てチェックした後に 200g だけ買って帰りたいと思います全ては買わないってか買えないんでね。面白おかしくですね次回の関西リーダー列伝は堀場製作所の堀場敦会長。世界シェア1位の独自技術とは。一番の原点は何かというとチャレンジだと思うんですよ。踏み込んだことが町工場で終わるかグローバル企業になっていくかのやっぱり境目だった。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で、 YouTube チャンネル大阪ニュースでは全ての放送回を見ることができます。